これ本当に感動しましたね。はい、こんにちは。今回はですね、買ってよかったものというか購入品紹介ですね、やっていきたいと思います。1つ目はですね、こちらのワコマリアのトラックジャケットになります。ナイロン 100% のトラックジャケットになりますね。特徴としては中心に大きく黒い帯が入っていて、そこにちょっと分かりにくい文字でワコマリアと、刺繍で入っているのが特徴ですね。で、中はですね、こういう感じになっていて、ライナーがメッシュになっていますね。なので、春先にちょうどいいようなジャケットになるんじゃないかなと思います。で、このナイロン系のジャケットは去年グラミチとコラボしたワコマリアの、ナイロンジャケットを購入したんですけども、それがねすごく使い勝手が良かったんですね。ナイロンなんで汚れもねあんまり気にしなくていいですし、天候とかにも左右されずにガンガン着れるっていうのはねすごく便利だなと思って、今年も、ナイロン系のジャケットを購入しました。ポケットが外側に2つ、ジップ付きのポケットですね。こちらが2つついています。で、中にもですねインナーポケットが2つついてますね。こういうの地味に便利ですよね。で XL で着丈が75センチに対して身幅が72センチあるので、ほぼ正方形みたいな形をしてるので、そのサイズ感がねめちゃくちゃかっこいいと思います。着用した感じがねこういう感じになるんですけども、ちょっと一つ間違えれば体育教師とか田舎のヤンキーとかそういうイメージになってしまうと思うんですけども、まあという感じですごい気に入ってますね。で、これに合わせてですねセットアップで、こちらのパンツも購入しました。パンツの方は、ここがゴムになっていて、紐で調節できるような形になっていますね。で、ももあたりにまたワコマリアっていう、上と同じフォントで、こちらも刺繍で、入っていますね。で、裾にもゴムが入っていて、ジップもついているので楽に脱着できたりとか、シルエットをねちょっと変えたい時もこの辺は便利なんじゃないかなと思います。裏地はジャケットと同じでメッシュになっています。で、セットアップできるとこんな感じですね。個人的にはかなり好きなデザインですね。カラーバリエーションは、グレーとグリーンと、あとブルー系もあった気がしますね。気になる方はチェックしてみてください。では次行きましょう。次のアイテムはまたワコマリアの T シャツになります。これはですねレザボアドックスっていう、タランティーノ監督の映画のムービー T シャツになります。これねグラフィックがとにかくかっこよくて購入しましたね。レザボアドックスって皆さん見たことありますか？レザボアドックスね、僕も今まで見たことなくて、この T シャツが発売されるっていう1週間前ぐらいかなに見たんですけども、なんか宝石強盗を失敗した強盗たちの話なんですけども、すごいシュールな映画なんですけども、最後までね見入ってしまうような作品でした。で、これはですねオープニングのシーンなんですね。オープニングシーンでこうやって全員並んで歩いていくシーンがあるんですけども、そこのシーンがねめちゃくちゃかっこいいんですよ。で、そこのシーンの、ワンカットを切り抜いた T シャツになっていますね。なんかこれ古着でオフィシャルで全く同じようなものを出してるんですけども、それをね野村君一さんっていう方が着ていたのを見てねすごいかっこいいなと思ってたんですけども、で今回ワコマリアから出るっていうことでちょっと購入してみました。このグラフィックの他に各キャラクターの顔がプリントされているものだったり、このロゴだけのものだったりってものが、
バリエーションとしてあったみたいですね。それも全部多分今は完売してるのかなと思います。もう夏もね近いので、こういう T シャツも今集めている途中ですね。でボディなんですけども、アメリカンアパレルのボディを使っているみたいで、結構サイズ感的には大きいですね。これは 2XL を購入したんですけども、さすがに着丈がめちゃくちゃ長かったので、洋服のお直し屋さんに持って行って、3.5 センチ着丈を詰めました。そうしたことでもうかなりね身幅が広い好みのシルエットになったので、もう唯一無二の T シャツになったかなという感じですね。はい、ということで2点目はレザボアドックスとワコマリアコラボの T シャツでした。はい、では次行きましょう。次のアイテムはシャカウェアのロングスリーブ T シャツです。ロサンゼルス発のブランドらしくてですね、今回僕も初めて買ったんですけども、なんかスケーターとか、ストリート系のブランド寄りなのかなっていう印象ですね。特徴はですね 7.5 オンスっていうかなり分厚めの生地っていうところですね。でシルエットがですねかなり縦長のシルエットになっているみたいですね。着丈がかなり長いです。これ XL なんですけども、そのままで着るとさすがに長くてですね、で僕の場合はもう乾燥機にかける前提でサイズを選んで XL を購入したんですけども、乾燥機にかける前が80、着丈が81、2ぐらいあったんですけども、今4センチぐらい縮んで76ぐらいになってますね。で縮む時って縦に結構縮むので、横はそんなに縮まないんですね。なので乾燥機に入れてちょうどいいぐらいのサイズ感ですね。かなり着丈が長めの大きめのシルエットになっています。このリブとかもすごい丈夫にできているので、僕腕まくりとかかなりするんですよ。料理とかするので腕まくりを結構するんですけども、ここのリブがかなり丈夫になっているので伸びづらいっていうのがかなりいいですね。はい、ということで次行きましょう。次のアイテムはビッグリボースキの T シャツになります。これは、先月アメリカに旅行に行ってきたんですけども、その時のハリウッドっていう地域のお土産屋さんで買った T シャツなんですけども、グラフィックがねめちゃくちゃ気に入って購入しました。正直ボディはそこまでいいボディじゃないんですよ。そんなにね分厚くもないですし、袖も結構短いのでなんかあまり今風のボディではないんですけども、このグラフィックがかっこよすぎてちょっと購入してみました。ビッグリボースキっていう映画があるんですけども、その中に出てくるデュードっていうキャラクターの T シャツですね。なんかねこういう顔がドンって入ってる T シャツってめちゃくちゃ僕好きなんですよ。なんか袖がね結構短いので、1枚で着るのはちょっとシルエット的には良くないかなと思うんですけども、この上にカーディガンとか着たりとかすれば、このグラフィックを見せるために、着れるので、そういった着方をねしていきたいなと思います。で価格が日本円で5000円くらいだったので結構安いですね。アメリカに行く方はアメリカのお土産屋さんの T シャツ結構かっこいいのでチェックしてみるといいんじゃないかなと思います。はい、では次行きましょう。次のアイテムはユニクロ U のバックパックです。これはですね購入するつもりなかったんですけども、なんかフラッとユニクロに入った時になんかすごいかっこいいなと思って、衝動買いで買いました。僕は基本的に手ぶらでいることが多いんですけども、どうしても打ち合わせとか作業する時とかはパソコンとかをね持たないといけないので、最低限入るような大きさのものを前々から探してはいたんですけども、なかなかいいものに巡り合えずっていう感じだったんですけども、このユニクロ U のバックパックは全然この癖がなくてシンプルで使いやすいかなと思って選びました。なんか片方のショルダーだけを使って、肩掛けとかで使った方がかっこいいのかなと個人的には思いました。ポケットもですね外側にこういう感じで大きなポケットがついていたりとか、
れは両側から入れられるようになってますね。なので頻繁に使うものはこの横に入れてあげて、パソコンとかはここのメインの収納のところに入れてあげるみたいな使い方がいいのかなと思います。中にもファスナーがついていて、財布とかそういう小物類とかを入れる仕切りがついていますね。はい、ということで次行きましょう。次のアイテムはこちらのサムソナイトのスーツケースです。サムソナイトっていうブランドね、かなり有名みたいで、スーツケース界では老舗のブランドっぽいんですけども、なんかね、スーツケースは安いその辺のブランドを買ってしまうと壊れんじゃないかなっていう心配がねあるっていうところと、あとはこのキャスターがうるさいのがすごく嫌なんですよ。なのでね、ちょっといいスーツケースを購入したという経緯ですね。実際使ってみてもですね、このキャスターがめちゃくちゃスムーズなんですね。それが一番良かったですね。キャスターがうるさいと本当にストレスなんですよ。なんか迷惑かけてんじゃないかとか結構そういうのを思っちゃうタイプなので、キャスターはね、静かであれば静かであるほどいいと思うので、これはね結構静かでいいと思います。で、ロックの部分は、TSA ロックがついています。アメリカとかではこのロックでないといけないと思うので、これはね必須の機能なんじゃないかなと思います。で、この裏側のここにロックする場所があって、ここを回すとキャスターがロックされる仕組みになっています。なので電車とかで移動するときにこれをロックしてあげると動かなくなるので、すごく便利ですね。この機能はですね、最初僕はいらないのかなと思ってたんですけども、このぐらい大きいサイズのキャリーケースになると結構動くんですよね、電車の中で。そういう時にこの機能があるとめちゃくちゃ便利でした。で、あとは重量ですね。重量はやっぱりスーツケースは軽ければ軽いほどいいと思うんですが、これね結構軽いですね。スーツケースが重いのって本当にストレスなんですけども、これはねめちゃくちゃ軽いのですごくメリットだと思います。あとはデザイン的にもね、結構いい方なんじゃないかなとは思っています。シンプルなねシルバーを選んだんですけども、カラーバリエーションも結構あってですね、結構デザイン性もいいのかなと個人的には思っています。中もですね結構ポケットがいっぱいついていたりとか、機能性としては十分なので、これはね買ってよかったと思います。スーツケースはケチらずにいいの買った方がいいなと個人的に思いました。はい、では次行きましょう。次のアイテムは DJI Pocket 3です。これはですね最高ですよ、マジで。これ本当に感動しましたね。オズモポケットはもう初代から全部買ってきたんですよ。オズモポケット1、DJI ポケット2で、今回 DJI ポケット3なんですけども、もうそのバージョンを上げるごとにもうすごい進化していくんですね、 DJI って。で、今回はこれ結構やばくて、結構熱量高めで話しちゃうんですけど、ごめんなさい、YouTube とかやってない方でも全然興味ない話だと思うので、次の項目に飛んでもらって全然構わないんですが、これジンバル付きのカメラなので全然手ぶれしないんですね。結構雑に撮ってもプロっぽく見えるというか、ヌルヌルの映像が撮れるので動画のクオリティがバカ上がりするんですよね。このポケット2、これの1個前の方で結構不満に思ってたのがやっぱり画質だったんですよ。画質がスマホとほぼ変わらないぐらいの画質だったんですけども、今回の進化でもうスマホとは比べ物にならないぐらいの画質になりましたね。センサーサイズ大きくなったので、一回夜の撮影にもねかなり強くなったので、これはね最高ですよ、マジで。で、この形もかなり進化していて、このモニターを横にすると起動するっていうこのクイックな操作感、撮影するまでがかなりクイックだっていうところもね最高ですね。で、あとは D ログっていうログ撮影にも対応しているので、僕はねいつもYouTube はログで
一眼で撮る時もログで撮ってるので、その素材とほぼ変わらない素材がこれで撮れるっていうのはかなりのメリットなんですね。でさらに 4K の 60p で収録できるっていうので、もう Vlog 用のカメラでこれ以上のものは今のところ絶対ないんじゃないかなっていう感じですね。はい、これはね本当に買ってよかったと思います。はい、では次行きましょう。次のアイテムはヘイのスリットテーブルです。前の家から引っ越してきてですね、ちょっとインテリアのテイストをガラッと変えている途中で、ローテーブルもそのテイストに合わなくなってきていたので、なんかいいローテーブルないかなというふうに思って、探していたところ見つけたのがこちらのヘイの、スリットテーブルです。折り紙をインスピレーションして、作られたデザインになっているみたいで、ラウンド型の形にこの足がこういう感じでついているのが特徴的なテーブルですね。はい、で素材がこれはスチールでできているものなんですけども、この他にもウッドでできているものだったりとか、あるみたいで、形もですね正方形のものだったりとか、これよりも背の高いもの、小さいものだったりとか、いろんなバリエーションがあって、それをこう組み合わせて使うっていうこともできるようなものになっているみたいですね。触った感じはですね結構サラサラとしている感じで、こう指紋がベタベタつくようなものではないですし、見た感じもかなり高級感があって部屋のインパクトになるのかなと思っています。はい、みーちゃんもね気に入っていますね。はい、では次のアイテムに行きましょう。次のアイテムはヘイの DLM というサイドテーブルです。これはですね先ほど紹介したスリットテーブルに合わせて購入したものなんですけども、このスリットテーブルの違う形のやつをもう一つ買って組み合わせるっていうのも良かったんですけども、なんかこれが並んで売っていてすごく形が可愛かったのでこれを購入してみました。で特徴としてはここに持ち手がついているっていうところだと思います。持ち手がついているので簡単にこうやって持ち運ぶことができます。重量も結構軽いので女性の方でもね簡単に持ち運ぶことができるのかなと思います。ソファーに座っていて何か飲み物を飲みたいなっていう時とかもこういう感じで簡単に持ってくることができて使うことができます。これはねかなり便利ですね。しかも足が3つに分かれているので結構ソファーにくっつけることができるので、こうやって背もたれに寄りかかって座っていても手が届くような位置に設置できるっていうのはすごくね便利ですね。これはこのままこうやって持ち歩いてテラスで使ったりとかもできますし、本当にね置き場所を決めないでいろんなところで使うようなアイテムなのかなと思います。カラーバリエーションもこの他にもブラックだったりとか、なんかちょっとカラフルな色合いのものもあったので、部屋に合わせて色をチョイスすることができるのかなと思います。はい、ということで次行きましょう。次のアイテムはスイムスイーツデパートメントとクセニア・テイラーのディナープレートです。これはですねちょっとインパクトのあるお皿が欲しくていろいろ検索していたところたまたま見つけたものなんですけども、まずこちらのグリッドのお皿なんですけども、これはスイムスイーツデパートメントっていうヴィンテージ雑貨の販売だとか輸入代理を行う、これは日本のブランドなのかなと思うんですけども、そこから出ているお皿になります。このグリッドのデザインがなかなか他にはないデザインで一目惚れで購入したんですけども、パスタとか置いてもすごい綺麗に見えますし、なんかこのグリッドの上に置くとなんかいつもと違った見方ができるというか、なんかすごい不思議な感覚になるんですよね。色も白ベースに黒のグリッドなのでそこまで癖がないのでいろんな料理に合うと思いますし、ちょっと変わったお皿が欲しいという方にはすごいおすすめのお皿ですね。
でこちらのお皿はクセニア・テイラーっていうカナダのトロントのブランドみたいで、これも結構個性的なデザインをしているのに一目惚れして、購入しました。で原材料がですね竹でできているので、これはガラスじゃないんですね。なので落としても割れないですし、アウトドアとかキャンプとかでも使えるようなお皿なんじゃないかなと思います。これが結構色が入ってるので、上にのせる料理は結構限られてくると思うんですけども、なんかこれにのせるだけでちょっとおしゃれに見えるみたいな、そんなお皿ですね。食洗機とかにもねガンガン入れても大丈夫みたいなので、実用性もあるのかなと思います。